すみません。ごめんなさい。申し訳ございません。皆さん、これ聞いたことありますよね。日本人って本当によく謝るんですよね。日本語耳ポッドキャストへようこそ。マリエです。このポッドキャストでは、日本語中級から上級の皆さんに向けて、もっとリアルな日本語をたくさん聞いてもらえるように、いろいろと興味深い話を自然なスピードでお届けしています。今日のテーマは、謝りすぎ？日本の謝罪文化です。日本語耳ポッドキャスト。このポッドキャストでは皆さんに日本語の自然なスピードに慣れてもらうためにネイティブが普段話す速さの日本語で話しています。スクリプトや単語リストは日本語耳のウェブサイトからダウンロードできます。では早速本題に入りましょう。皆さん、すみませんってごめんなさいの意味だけじゃないっていうのは知っているけど、それにしても日本人って謝ることが多すぎるんじゃないかって思ったことありませんか？例えばカフェで全然待たされたわけではないのに、店員さんがすみません、お待たせしましたと謝ってきたりとか、レストランで店員さんが水を注いでくれるときに、どうもすいませんって言ったりとか、あとはお手洗いに立つときに、すいません、ちょっとお手洗い行ってきます。日本人はとにかくすみませんをよく使います。これは単なる謝ることというだけではなくて、ありがとうという意味があったり、いろいろな意味があって、日本語でのコミュニケーションの大事な一部です。なので今日のエピソードでは、この日本の謝罪文化についてお話をしたいと思います。まずはですね、なぜ日本人はこんなによく謝るのかについて少し話したいと思うんですけど、これにはね、いろいろな理由がありますよね、きっと。ただ、私が思ったのは、やっぱり日本の社会では和を保つことがとても大切だと考えられているからだと思います。和というのは調和の和ですけど、ハーモニーという意味ですね。日本人はこの和を維持するために自分の意見や感情を、少し抑えてでも相手との関係をスムーズにすることを一番に考える傾向があります。もちろんそれは人それぞれではあることなんですけど、一般的にはかなりその傾向が強いと思います。なのでその影響で自分が悪くなくてもとりあえず謝る人っていうのが多いということがあると思います。私は以前フライトアテンダントとして働いていたんですけど、その時にもね、たくさん謝りました。例えば、フライト中、天候の影響で機内が揺れた時、申し訳ございませんと謝りました。あとは、お客様から前の人がリクライニングを倒しすぎだっていうふうに言われた時も、まずは申し訳ございませんと言いました。よく考えると天気っていうのは自然現象だから、もちろん私がコントロールできるわけではないし、前の席に座ってるお客様のリクライニングの話もお食事の時とかだったらね、なんかどうにか戻してくださいってお願いすることができたんですけど、それ以外だとやっぱり難しいんですよね。だってもう一人のお客様にもリクライニングをする権利っていうのはやっぱりあるから、しちゃダメですっていうのはなかなか言えないことですよね。でも、やはりとりあえずまず最初に申し訳ございませんという言葉が、出ていました。あとは別の例だと、何年か前に日本人の先生のコースをね、取っていたことがあったんですけど、その先生も授業の時に本当によく謝っていました。例えば、生徒から質問があった時、申し訳ありません。ちょっと時間の関係で質問は後で受け付けます。すいません。後でしっかり時間取るんですいません。っていう風に言ってました。一つのことで3回ぐらい謝っていました。で、別にそれは先生が何か悪いことをしたわけではないし、時間の関係で質問は後でって言っているだけだったので、別に謝る必要はそんなにないようなシチュエーションだったとは思うんですけど、やっぱりその先生もしっかり謝っていました。このようにね、私の前職の話とか、この私が取っていた授業の先生の話とかっていうのは、ごめんなさいと言って謝っている。謝罪をしているというよりも、むしろやっぱり和を保ちたいという気持ちから、あなたが不便を感じていることに共感してます。分かっています、私。っていうようなメッセージなのかなと思います。相手の不快な体験に対して、自分に非がなくても、
自分が悪くなくても、まず謝るということで、いい関係性をキープしようとする。これが日本的なアプローチなんですね。ちなみにもう皆さん知っているかもしれませんが、私の夫はオランダ人ですね。その私の夫には日本的なそういう考え方っていうのはあまりないようで、彼の謝ることについての感覚と、日本人である私の謝ることについての感覚っていうのが違いすぎて、大変だったことは結構ありました。結婚して最初の3年ぐらいはそういうなんか小さい違いみたいなので、いろいろと喧嘩をしましたけども、私の夫はですね、本当に自分に非がある時だけしか謝らないんですね。例えば、わざとじゃなくて、こうちょっとぶつかっちゃった時、あ、ごめんってなるかなって私は思うんですけど、私の夫はごめんと言わないんですね、そういう時には。ぶつかって、あ、大丈夫って言います。なんでそこでごめんっていう言葉が出ないんだろうって思ってしまって、今ぶつかったでしょ、なんで謝らないのって言ったことがあるんですね。そしたら、彼の言い分は、ぶつかってしまったことはぶつかってしまったんだけど、ぶつかろうと思ってわざとやったわけじゃないから、そうなっちゃっただけだから、ちょっと僕にはどうしようもないことなので、って言われました。私は初めてこれを聞いた時に、正直本当にびっくりしました。そんな考え方があるんですかと思って、全く新しい世界を見せてもらっている感じでした。謝りすぎる日本人がいいと言っているわけではないんですけど、ただただ私には新しい考え方すぎて驚いたという話です。さて、ここまでは、日本人がその和を大切にしているからたくさん謝るんだという話をしてきたんですけど、実は日本社会の中でも謝りすぎない方がいいんじゃないかという考え方も出てきています。この謝りすぎない方がいいという考え方は、特にビジネスの世界でこの傾向が強いと思うんですけど、というのもね、ビジネスのシーンでは過度な謝罪、謝りすぎることっていうのは、ちょっとやっぱり自分側の信頼性を下げることでもありますよね。ミーティングで申し訳ないんですけど、一つ質問があります。というよりも、一つ質問があります。と、シンプルに述べた方が自信があるようにも見えるし、あとは申し訳ありませんというのをご指摘ありがとうございますに置き換えたりというのもあります。ご指摘ありがとうございますというのは、教えてくれてありがとうございます。フィードバックありがとうございますという意味のビジネスとかのシチュエーションでよく使われるフレーズなんですけど、自分のミスを指摘された時に、ただ単に、あ、すいませんでした。間違えちゃってすいませんでしたって謝るのではなくて、相手のフィードバックに対してありがとうということで、より前向きで、そしてちょっとプロフェッショナルな印象を与えることができるというふうに、日本の社会の中でも言われています。実際に私の友達も仕事のメールのやり取りで、申し訳ありませんってよく書いてたのをあんまり書かなくなったっていうふうに言ってました。日本っぽいアプローチの仕方もやっぱり変わってきているということですね。そしてですね、この謝罪文化について、話す上でちょっと外せないものが2つあります。それは土下座と切腹です。まず土下座って皆さん聞いたことありますか？映画とかテレビドラマとかで見たことがある人はいるかもしれないんですけど、正座をして床に両手と頭をつけて完全に身を低くする。ね、っていう最も深い謝罪の形ですね。歴史的にはね、謝罪っていうだけじゃなくて、目上の人に対するこう敬意を表す方法でもあったりとかしたようなんですけどね。将軍とか偉い人がこう通るときに庶民はみんな土下座をしなきゃいけなかったみたいなんですけど、明治時代になってそれはね、そういうのはもうなくなって、現代では土下座っていうのは日常生活で見かけることはめったにありません。そしてもう一つ、切腹。有名ですよね。切腹。皆さん聞いたことありますか？武士の時代にはね、自分の腹をこう、刀で切って、命を絶つというようなことで、自分の過ちに対しての責任を取るっていうことが行われていました。それが切腹なんですけど、例えば戦に負けちゃった大名とか、将軍に対して、不忠を働いた武士などが責任を取って自分の名誉を守るために行いました。
切腹は単なる自殺というわけではなくて、武士としての誇りとか責任感の表れでした。自分の命を捧げるということで責任を果たすという考え方ですね。もちろん今はね、切腹という習慣はもうなくなっていますけれども、昔はそういうものがありました。最後に、すみませんの使い方について少しだけ話したいと思います。すみませんというのは、謝罪以外にも、いろいろな場面で使えるというのは皆さん知ってますよね。例えば、感謝の気持ちを表すとき、ありがとうの代わりに、ね、すみません、助かりましたって言ったりしますよね。ありがとうございます。助かりましたという意味ですよね。あとは、人の注意を引きたいとき、よくあるのは、レストランで店員さんを呼ぶときに、すみませんって言いますね。これはありがとうでもないし、ごめんなさいでもないですよね。でも、すみませんが使えます。つまり、すみませんっていうのは、謝罪もできるし、感謝も伝えられるし、呼びかけることができるし、そういうようなことすべてカバーできるような、結構万能な言葉ではあるんですよね。だから、すみませんっていうのを日本人が使ってることをよく聞くんだと思います。一つだけ気をつけなきゃいけないのは、このすみませんも含めてごめんなさいとか、そういうような謝罪の言葉を日本語では同情を表すときには使えないということですね。例えば少し悲しいことがね、誰かに起こってしまったとき、英語では、Oh, I'm so sorry って言えると思いますけど、日本語でそういう時に、すみませんとか、ごめんなさいっていう風に言うことはできないですね。その場合は、大変だったねとか、例えば体調が悪い時とかだったらお大事にっていう風に言ったりとか、何か別の表現を使います。ここはね、ずれやすいポイントではあると思うので、覚えておくといいと思います。今日は日本の謝罪文化についてお話ししたんですけど、面白いのが、もう私は8年間、オランダだったり、スイスだったり、ヨーロッパに住んでいるんですけど、海外生活を通して自分の中でいろいろなことがもちろん変わったりすることはあるんですけど、この謝ることに関してでなかなか変わっていないなって自分で思います。どういうことかというと、そう、何語でもね、ごめんなさいっていうようなことを、自分が悪くない時でも、すぐに口から出てきてしまうんです。こう道歩いていてね、前からすごい勢いでどしどし歩いてくる人いるじゃないですか。道がそんなに広いわけじゃないのに、結構近い感じで、絶対それぶつかるじゃんみたいな感じでガシガシ歩いてくる人いるじゃないですか。たまにね。私は普通に歩いていたとして、できるだけ避けるんだけども、もちろん道が狭いから、避けきらずに、ぶつかるみたいな、ね、ぶつかってしまうみたいなことがたまにあるでしょ？あんまりないけどたまにあるじゃないですか。あったんですね、私は。で、その時に完全にあっちが、狭い道のど真ん中を王様みたいにどし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 歩いているから悪いと思うんですけど、でも、そうやってボンってぶつかられて、私、ごめんなさいって言っちゃうんです。sorry って口から出てしまうんですよね、勝手に。で、言った後に、なんで私今謝っちゃったんだろう、私何にも悪くないのにって自分で自分にちょっとイラッとするんです。それぐらいですね、やっぱりこの日本の謝罪文化、謝る文化っていうのはなかなか取れないことかもしれません。皆さんの国ではどうですか？日本のように結構たくさん謝りますか？それとも自分が悪くない時以外は謝りませんか？そしてこの日本のたくさん謝るこの文化について皆さんはどう思いますか？ぜひコメントで皆さんの考えを聞かせてもらえたら嬉しいです。そしてこのエピソード面白かった、日本語のリスニングに役に立ちそうだと思ったら、ぜひフォロー、チャンネル登録、そしていいねをお願いします。マリアヌカヤ .com/日本語耳にスクリプトなど用意してありますので、ぜひ皆さんの日本語勉強に活用してみてください。日本語耳は YouTube、Spotify、Apple Podcast で見たり聞いたりすることができます。毎週木曜日の更新です。じゃあまた来週。じゃあね。